マフォンの生地で心を込めて作ったお洋服。しっかり作れば長年ご愛用いただけるアイテムとなりますが、穴が開いたりほつれたり、せっかく作った作品がそんな風になってしまったら悲しいですよね。今回の動画ではそんなトラブルを回避するためのコツをご紹介します。試し縫いなど縫う前に一手間かかりますが、その一手間が綺麗に長く使える作品への近道です。ぜひご参考にしてください。家庭用ミシンを使うとき、縫う前に糸と針をチェックしましょう。ニットソーイングはロックミシンがあるとより早く綺麗に作品を仕上げることができますが、マフォンの生地は縫いやすいので、お家にある家庭用ミシンでも簡単に縫うことができます。家庭用ミシンで縫うときは必ずニット生地用のミシン糸とニット生地用のミシン針をご用意ください。レジロンなどニット生地用のミシン糸は伸縮性のあるニット生地に合わせて作られた糸です。普通地用の糸とは違い、糸にも伸縮性があります。糸切れの心配がありません。普通地用のミシン糸を使うと、縫っているときは問題なく縫えても、引っ張る力が加わると糸が切れてしまいます。糸が切れた場所はこのように穴になり、縫い目がほどけてきてしまいます。このような糸切れを防ぐため、ミシン糸は必ずニット生地用ミシン糸をお使いください。ミシン針もニット生地用がおすすめです。針先が普通地用より丸くなっており、ニット生地を傷めない作りになっています。マフォンのニット生地は細い糸を編んで作られた生地です。編み目の糸が切れたり傷つくと、そこから糸がほつれ、電線が広がりやすくなってしまいます。生地の編み目がほどける原因は主に針先の潰れです。糸が切れないよう劣化していないニット用ミシン針をお使いください。おすすめは強度のあるクロームメッキ加工のミシン針です。ただ、クロームメッキでなくてもニット生地用であれば問題ありません。マフォンの生地を縫うときは針の太さは11番をおすすめしています。ミシン針は消耗品です。思った以上に劣化しますが、パッと見た見た目や縫い目は新品と変わらないので注意が必要です。特に古いミシンを出して縫うときはお気をつけください。針先が潰れていないか確認するのに確実なのは試し縫いをすることです。15センチくらいの生地2枚を縫い合わせます。縫えたら両端から力いっぱい引っ張り、光にかざします。針先が潰れている場合、生地を引っ張ると穴が開いているのがわかります。針先が潰れていなければ穴は開きません。一見しただけでは劣化は分かりにくいので、必ず試し縫いして縫い目をチェックするようにしてください。縫う前の一手間ですが、この一手間が綺麗な作品作りにつながります。縫う音がいつもと違うかなと感じた時には、針が劣化している可能性が高いです。ミシンは大切なソーイングパートナー。たくさん使ってご自身のミシンの特性など知っていってくださいね。ロックミシンを使うとき、縫う前に針をチェックしましょう。ロックミシンがあると縫い合わせと生地端の処理が一度にでき、より早く綺麗に作品を仕上げることができます。ロックミシンで縫うときも、まずは針先が潰れていないかチェックしましょう。家庭用ミシンの時と同様に、新しいニット生地用の針をご用意ください。家庭用ミシンで使うニット生地用のミシン針が使えます。おすすめは強度のあるクローンメッキの針です。ただクローンメッキでなくてもニット生地用であれば問題ありません。針の太さは11番がおすすめです。家庭用ミシンの時と同じく、縫い目に穴が開く原因は主に針先の潰れです。15センチほどの生地2枚を試し縫いしてチェックしましょう。新品で縫ったものも、先が潰れた針で縫ったものも、見た目の縫い目は変わりませんが、劣化した針で縫ったものを両端から力いっぱい引っ張って光にかざすと、ところどころに穴が開いているのがわかります。生地の細い糸が傷ついており、この穴から電線が広がってしまいます。安心して本番のソーイングができるよう、試し縫いを忘れずするようにしましょう。家庭用ミシンでは糸はレジロンなどニット生地用ミシン糸を使いますが、ロックミシンでは使えません。ロックミシン用の糸や不白用のスパン糸を使います。基本の縫い方では60番から90番の太さの糸を使います。ウーリー糸は上ルーパー、下ルーパーに使う糸です。巻きロックや細ロックなど飾り縫いの時に使います。
ロックミシンは糸が4本あり、通し方も家庭用ミシンと異なります。うまく縫えないときは糸通しを間違えていることもあります。もう一度すべての糸が正しく通っているか確認しましょう。洗濯したら穴が開いちゃった、ほつれてきちゃったというトラブル、針が原因のことが多いです。ミシンで縫い終わった直後は綺麗に縫えていたのに、洗濯を数回したら穴が開いてしまった、その穴からほつれてきてしまったというトラブル。こちらはミシン針が原因のことも多いです。すでにご紹介したように、生地の編み目の糸がほどける原因は主に針先の潰れです。家庭用ミシンでもロックミシンでも縫う前の試し縫い、引っ張ってチェックを忘れず行うことで防げます。生地端の処理について、マフォンの生地は端がほつれにくいので、家庭用ミシンや手縫いする場合、縫い代はそのままでも大丈夫とご案内しています。こちらは一度洗濯したマフォンの生地です。縦方向、生地の方向伸びにくい方の裁断面はほつれてきませんが、横方向、伸びやすい方はほつれが発生しやすいです。ほつれが出てきても、ほつれを切ってしまえば大丈夫です。スカートを作った時、裾の処理はせず切りっぱなしにする方も多いです。切りっぱなしでも大丈夫ですが、気になる場合は裾に端ミシンをかけるとほつれ防止になります。裾以外の部分も切りっぱなしで大丈夫ですが、気になる方はジグザグミシンで端処理されることをお勧めしています。お手入れ法、お洗濯について。マフォンの生地で作ったお洋服をお洗濯する際は、必ず洗濯ネットに入れてお洗濯してください。洗濯ネットに入れる際、服を裏返して入れるとより良いです。干す際は生地方向に引っ張るようにして形を整えて干してください。タンブラー乾燥は縮みの原因になるのでお避けください。洗濯ネットに入れてお洗濯することで、ふわふわの肌触りや風合いを長くお楽しみいただけます。心を込めて作ったお洋服、長くご愛用いただくためにお洗濯時も気をつけていただけたらと思います。犬服を作ったら破れてきちゃった。こんなトラブル。マフォンの生地はワンちゃん用の服としてもたくさんの方にご愛用いただいています。ただ動きの激しい中型犬や大型犬が着用すると縫製部分から破れてくることがあります。破れてきてしまった時の対応策は、1、ゆとりを持ったサイズに調整する。2、ウーリースピンテープを入れて縫う。このことで破れ防止になります。元気いっぱいに走り、飛び回る動きの激しいワンちゃんの場合、動きに合わせて型紙を補正したり、強度を増して作っていただくことをお勧めします。名古屋にあるマフォンのお店では、スタッフが皆様のお困りごとのご相談にもお乗りします。困ったことなどありましたら、お気軽にお声掛けください。また、お店で開いているワークショップでは、講師の先生方がソーイングにつきもののマイナートラブルについても詳しく丁寧に教えてくださいます。初心者の方だけでなく、これまで独学で縫ってきた方、中上級者の方でも新たな発見がきっとある充実の内容です。実際に作品を作るコースのほか、ロックミシンの使い方に特化した基礎講座もあります。少人数で質問もしやすい雰囲気です。スケジュールはマフォンホームページで毎月ご案内しております。ホームページから予約する形となります。ご興味ある方はぜひご参加ください。大切に心を込めて作るお洋服、基本のチェックや縫う前の試し縫いでより良い仕上がりになります。これからもニットソーイングに役立つ情報を発信していきます。Happy Sewing with Mafon